ハベスティー花だよ。今どこで撮影してるのかと言いますと、インチョン空港 in コリアなんだけど、ね、ちょっと今カメラにすると。夜の0時11分、つまりもう最終便が行ったんだけど、なんでそこにいるのって思うでしょ。それを伝えるんだけど、普通に乗り遅れました。なんかこういうことってあるんだっていうか、なんか乗り遅れたって言ってる人いるし、友達でも乗り遅れた子もいて、なんでそんなことする人いるのって正直思ってたんだけど、普通にした。なんか絶対に怒らないだろうなって思ってて、ギリギリまで。ギリ乗れるっしょって思ってたんだけど、全然乗れなかったって。21時10分出発の飛行機だったんだけど、14時から17時まで撮影が入ってて、17時からフリーだったので、普通の予定では17時からもう直で空港に行って空港で夜ご飯食べようと思ってたんだけど、なぜかなんかサムギョプサルが食べたいみたいな話になってサムギョプサル美味しいところに食べに行ったんだけど、そしたらもうなんか意外と全然時間ないみたいになって、タクシーに乗って気づいたら20時40分に空港に着いたのね。で、出国ゲートがもうありえないくらい、もうね、信じられない。言葉で説明できないくらいもう死ぬほど人がいて、なんか終わったと思ったんだけど、でもギリいけるかなって思ったの。全然無理だった。出国ゲートがもう死ぬほど長くて、お姉さんに10分前には行ってくださいって言われたんだけど、全然無理で、21時3分に出国ゲートのあれが終わったの。そしたらなんかあなたたちの席はキャンセルされましたみたいな。You missed the flight みたいなこと言われて、終わったみたいな。普通にキャンセルされてまして、全然乗らなくて、で今日はインチョン空港で一泊するっていう事態に陥りました。はい。もう私はもうツケが回ってきたと思ってるっていうか、今回航空券も用意してもらって、で撮影も2回して、で打ち合わせもしてみたいな。もうなんか知らない、もうね、いろんな韓国人と話したの、今回初めて。知らない人といっぱい話す機会、いろんな初めて会う方といっぱい話して、なんかいいことありすぎた、正直今回。なんかご飯もミスなかったし、なんか無駄な動きをしてなくて、最後の最後で無理だったんだね。しょうがないんだよ。てかもうね、後悔しても遅い。てかもう無理だった。いけなかったから。そう。と思って、これで絶対乗り遅れた人いるなと思って。いるだろうし、これから旅行行く子とかにも本当に伝えたい注意事項ってか、私たちのミステークがすごいたくさんあったから、それをみんなに紹介したいし、記録として残そうと思って動画を撮りました。ちょっとインチョン空港を散歩します。だからさっき散歩してきたんだけど、それもう一回やろうかなと思ってる。てかまずやらかしてたようないっぱいあるんだけど、まとめると、まずすぐにここのインチョン空港に行かずにご飯を食べに行ったっていうのがまず問題なのね。17時に予定が終わって、そこから21時の飛行機までに7、8、9、10、11、4時間あったの。4時間あったんだけど、そこがトンデムンだったんだけど、トンデムンからインチョン空港までタクシーだと1時間半かかるし、多分電車でも1時間ぐらいかかるんだけど、そしたらでも3時間前ぐらいには着けるじゃん。だからもう直接行けばよかったのに、なぜなんか多分そのね、撮影もね結構しんどいっていうか、楽しかったんだけど、私韓国語喋れなくて、スタッフの人たちは韓国語でずっと喋ってて、で拙い英語で会話するみたいな感じだし、結構初めてのことも多くて、結構すごいね気が張っちゃってて疲れちゃってて、なんかお肉食べたいみたいな、そこ油断してお肉を食べたいみたいになっちゃって、もうね空港で食べるってことを忘れてたの完全に。でそれ食べに行ってしまった。でしかもそこのサムギョプサル店が意外と人気店で結構並ぶって、20分くらい並ったかな、並んだから結構計算外の予想外のことがいっぱい起きちゃって食べに行っちゃった。美味しかったよ、もうめっちゃ美味しかったんだけど、その食べに行ったせいで間に合わなかったっていうのがあるから、
もしね17時18時ぐらいはもうね出た方がいい。てか23時間前には絶対ついてた方がいい。そう、23時間前だったらチェックインできるし、あとオンラインチェックインできる人は絶対してた方がいいし、もうね余裕を持って飛行機に行った方がいい。これはね言われなくても分かるよって思うと思うんだけど、私は油断してたのでリマインドとしてみんなにもう一回伝えるね。絶対早く行った方がいい。もう余裕をね持たない。この前できたのになんでできなかったの。今回空港に着いたのが20時40分で出国まで残り30分だったんだけど、もうずっと並んでて25分ぐらい並んだ。でも真夜中で25分だからお昼だったら1時間ぐらいかかると思うの。成田空港とか羽田空港に比べたとしても本当になんか桁違いで混んでて、なんであんな混んでるのか分かんないんだけど、とにかく死ぬほど混んでるから、最低でも1時間は余裕持ってた方がいい。1時間も結構ギリだから、やっぱ2時間がちょうどいい。2時間前には絶対ついてた方がいいと思う。あとなぜかタクシーに乗ったことだね。トンデムンからてかまずそのね自分なんかうるさいな自分のいる場所から空港までの時間をあらかじめに調べておくべきだった。なんか1時間ぐらいかなみたいな、なんか予想で言ってたから余裕かましてたんだけど、全然余裕じゃなくて1時間半だったの。でもタクシーじゃなくて電車選んでたら1時間で行けたかもしれなくて、もし1時間で行けたら絶対間に合ってたのね。でも無理だったから、タクシーか電車かっていう選択もそうだし、行く時間、所有時間がどのくらいかっていうのはもう絶対に事前に調べるべきだから、これは本当にみんなお願いします。もう私は失敗したので一度、今ね失敗してここにいるんだけどみんなそれやってほしい。あとスマートパスをやればよかった。本当にスマートパスっていうのはインチョン空港だけなのかわかんない。多分韓国だけのやつで、オンラインで事前にパスポートを認証して顔パスで入国審査が通るっていうやつで、入国ゲートがありえないぐらい長かったんだけど、そのスマートパスの列と入国のパスで入国ゲートの列とスマートパスの列が別にあって、スマートパスのところめっちゃ空いてたの。だからスマートパスができてたら入れたんだけど、スマートパスのね、これスマートパスのアプリなんだけど、アプリを入れてパスポートをスキャンしてやるみたいな感じなのね。だけどなんかこのパスポートがあって、ここにこうやってかざしたら IC チップを読み込んでくれて、それでパスポートの IC チップを読み込んだらスマートパスが使えるっていう仕様で、私たちはレスに並びながら一生懸命このパスポートからね、スマホがあってこうやってなんかこうやったりこうやったりなんかいろいろやったんだけど、もう全然使えないので、 YouTube でも調べたし Google でも調べたんだけど、なんか的確なアドバイスをしてくれる人が一人もいなくて、何なのあれ、できる人いんのってかマジでやり方わかんない。未だにわかんない。だから今ギリギリまでこういう試行錯誤してるんだけど無理で別に諦めた。だからスマートパスをもう家とかで事前にやるべきだったから、みんなは韓国行く子は絶対にスマートパスをやってほしい。もしスマートパスやってたら30分前に着いたとしてもギリ行ける。多分行ける。入国ゲートがなかったら絶対行けたから、私がもしスマートパスやってたら絶対入れたから、韓国行く子は絶対にやってください。あとスキャンの仕方も分かんないから、ちょっともし分かる子いたら教えてほしい。なんかやり方が違ったのかな分かんないんだけど、説明文ではパスポートとスマホをなんか並行にしろみたいな書いてあって、すごい一生懸命やったんだけど無理だった。だからそれも事前に調べておくといいかなって思う。やらかした点もいっぱいあるんだけど、教訓の点もあって、それも紹介するな。まず一つ目、3時間前に行くべき。これさっき言ったんだけど、余裕を持って悪いことなどないんだけど、私ってもうね、私の性格習慣もう何なのか分からないけど、絶対ギリギリになんないとやらないみたいな。ギリギリで本領発揮するタイプなんだけど、今回もそれが出てしまって、ギリギリになってギリギリまで余裕をかましてるんだけど結局失敗するみたいな。で今回は本当に失敗してしまった。いつも大体成功するんだけど、その成功例があだとなって今回は失敗してしまったから、とにかく 2,3 時間前には絶対に着くようにしよう。もしやばかったらスマートパスをやればいい。とにかく早めに。インチョン空港もめっちゃいろいろお店いっぱいあるから、
そこで3時間とか余裕だと思う、だからとにかく早めに行動して早くつけることを早くインチョン空港またはキンポ空港にとにかく 2,3 時間前に着くようにしたら防げた事故だと思う。今回のはスマートパスをやるべき。これはね多分家でできるのね。やり方は未だに分かんないんだけど調べてみてできたらもう本当に心が安心する。あでもスマートパスあるからいけるみたいなことができるからスマートパスはとにかく絶対やって。なんかさっき SM とコラボしててエスパとかねこの空港にエスパがいっぱいいたんだけどなんでか分かんないんだけどだからスマートパスやってください。お願いします。事前に時間を調べて電車かタクシーかとかそういう時間の配分をうまくコントロールできるようにしましょう。はい、しましょうって私に言ったんだけど事前に時間を調べるのはすごい大事。なんか勘でやってたんだけど事前に調べてたら絶対防げたこの事故は。だからとにかく調べてください。お願いします。言われなくてもと思うと思うんだけど自分のためにも自分のためのビデオでもあるからちょっとこれは言わせて。あと深夜便税夜ご飯は絶対空港で食べてください。いろんな時間があると思うんだけどとにかく深夜税はもうね次がないの。私は一番最後の便だったんだけど一番最後の便ってことはいい点は一日韓国を楽しめるんだけど悪い点はその便を逃したらもう空港で泊まる以外の道がないっていう残されてないで私たちはその道が残されてないので無事空港で一泊する感じ。いろんなレッスンがありました。ありがとうございます。今回はしょうがない本当に納得のなんか私的には私の考えはいいことが起きたら絶対悪いことが起きるっていう考え持っていてすごいいろんないいことが起きたからこれはしょうがない私にとってのしょうがないこと私の人生の教訓になったと思う今回は。だから納得してます。てかもう考えるのやめた。 OK 楽しもうっていう気持ちになっててインチョン空港をお散歩しようかなと思うので Come here with me。 私のさカメラの充電あんのかなちょっと確認しよう。さすがに業者これはさ業者だよね絶対。めっちゃ買うじゃんみたいなね。こんな感じでもみんな自分の家のようにリラックスしてるんですよ。だからね空港で泊まるのも意外と悪くないっていうかあんまなんかやらかした感はない。割とみんなこんな感じ。スローバージョンとファストバージョンみたいな Wi-Fi が2つあってスロー使う人いんのとか思いながらファストを使ってるんだけど今携帯eSIM切れちゃったからあれでやってる Wi-Fi でやってる。エスパー見に行きましょうか。あそこにジゼロンにもいるし謎の SM のあれもある。これねインチョン空港と SM がコラボしてるのかなっていう感じでいろんなところにエスパがいてそれは素敵でね。コンビニもあるの。ちょっとコンビニに行こう。コンビニはここの私が歩いてるレーンと奥にもレーンがあるんだけどこの真ん中意味わかんないところにあるコンビニがだからね分かりづらいんだけどちょっと待って24時間やってるかは正直わかんない。はいこれがコンビニ。このね謎の位置にあるんだけど好きなあれがねペペロのオレオ味がねでここにお泊まりグッズ的なのもある。でアイスもある。アイスもあって、お菓子もある。これ私が一番好きなやつね。これはなんかエビせんのトリュフ味みたいなで飲み物もあってみたいな普通にいっぱいある。待ってめっちゃ暑いんだけど寝ご。OK 今の時刻発表します。
1時9分。私何分いろいろ知らんだけど、暑すぎる。もうね、ありえないぐらい暑い。今夏、もうね、本当に夏って感じ。もうね、私以外のみんなが寝てて、大丈夫。撮影していいのかなって感じで、ちょっと小声でやるね。これマイクだからちょっと音拾ってって感じで。さっきのコンビニで買ったものを紹介します。はい。一つ目これ。これは、日本でいうエビせん、韓国にもエビせんいっぱいあるんだけど、のブラックペッパー。ブラックペッパーがめっちゃかかってるやつで、これはこの前韓国行った時も爆買いしたんだけど、爆買いってか4個くらい買ったんだけど、めっちゃ美味しい。これはおすすめ。日本に全然ない。あんまり得意な人と不得意な人がいるような味だと思うけど、私は大好き。説明、はい、これ。このキンパは何キンパなんだろう、わかんない。調べる。焼肉。見えないね。焼肉キンパ。ペクジョンウンさん、このペクジョンウンさんの顔が描かれてるキンパは絶対美味しいんだけど、このキンパを後で食べる。コーン茶、そんなもうお腹すぎるけど、22時とか23時とかそのぐらいは全然いっぱいお店開いてたから、みんな本当に一人でも全然過ごせると思う。疲れた。とにかく疲れた。あとしたいこと、ネットフリックスでネットフリックスあるじゃん。あれで韓国だけ、違う、日本だけジブリが見れないんだっけ。日本とどっかジブリ見れないんだけど、韓国だとジブリが見れるみたいな。ほら見て、羨ましい。いいな、こんなカジュアルに見たい。みんなは何のジブリが好き？私は、待って、名作。このブラックピンクのこれも5回くらい見たし、ミスアメリカーナはもうね、字幕なしで見れますってくらい見たから、何時間見た？何回見た？もうね、英語の教材としても見てるし、テイラー好きとしても見た。僕は絶対見た方がいい。今飛行機にいて何もすることがない人はテイラーのこれをおすすめする。ポニョもいいよね。一旦後で撮るかちょっとは分かんないけど、とりあえず私が一番伝えたいのは、余裕を持って飛行機に乗ってくださいっていうの、それだけ。そしたら絶対間に合う。もうね、今日着く。じゃあ一旦切るね。見てくれてありがとう。後で多分撮ると思うけど。バイバイ。おやすみ。